ちは。さあ皆さんこんばんは。時刻は夜8時を回りました。今日はですね、もう僕らにとっての希望ですね。まさに夢のような取り組みを私たちに実現して見せてくれる、若き、ロケットマン来てもらっています。ご紹介しましょう。橋本龍之介さんです。こんばんは。よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いします。はい、私は今高校2年生で都立小石川中等教育学校でロケット班の代表を務めさせていただいている橋本龍之介です。本日はよろしくお願いします。お願いします。いやすごいんですよ。ロケットのね、今宇宙ビジネスをはじめ、日本も H3 をはじめいろんなロケットの開発進んでますし、アメリカではねいろいろこう物議を醸し出しているイーロン氏が率いるスペース X、もう圧倒的な技術力でもう宇宙と地球を往復させていますけれども、まさにこの分野で、中学生ぐらいの時からなんですか？はい、中学1年生から活動はしてます。そう。今日は緊急配信、小石川ロケット班の挑戦、高校生がモデルロケットで世界一を取るという題して、今日は橋本さんにお話を伺っていきたいと思いますが、スタジオにちょっとお持ちいただいてるんですよね。実際にこちらがロケットになります。これがモデルロケットと言われるもの。モデルロケットっていうこんな感じのすごいロケットです。ちょっと持ってもいいですか？全然どうぞ。失礼します。すごい。これを打ち上げる、そしてその打ち上げの技術力を競う大会が、日本国内でも開かれていて、で橋本さんたちのチームがロケット班が日本のロケット甲子園でしたっけ、で優勝して、なんと今度世界大会、パリに向かうということです。まずは世界大会出場おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、すごい叩いちゃいけない。拍手をこうしちゃいけない。どういう取り組みになるのかちょっと教えていただけますか？はい、ロケット甲子園っていうのは日本で行われているその世界大会の予選でだいたい50チームぐらいが中高生のチームが出場しています。でその大会は実際にここの機体のところに生卵を2つ積んで、それを上空240メートルぐらいまで打ち上げてパラシュートを開いて安全に回収するっていうのが大会の目標になっていて、大まかに2つのポイントで採点をするんですね。で大会の主催者がもともと233メートルっていう目標の高度を決めていて、そこから30センチずれるごとに1点減点っていうふうにポイントをやるのと、あともう一つ実際にパラシュートを開いて地面に落ちてくるのが41秒から44秒っていうふうに決まっていて、そこから1秒ずれるごとに4点減点ってやっていて、卵が割れないっていうことと、あとそれぞれの高度と滞空時間のずれのポイントが少ないところが優勝っていう大会になってます。いつ頃その大会自分たちで参加しようと思われたんですか？一応中学1年生の時に僕がその校長先生に直接プレゼンをして立ち上げさせていただいたんですが、その時はこういったまだ大きいロケットじゃなくて、こういったちっちゃいこのロケットを用いたまた別の大会に出ていて、一応今回初めてこういったその大きい方のロケットに大会に出て初出場で優勝させていただいたっていう感じです。いやおめでとうございます。多分初めて触れる世界の方も大勢いると思います。僕も正直このモデルロケットのその大会だったりとか取り組みっていうのは全然分からなかったんですけど、橋本さんに出会うことができたんで知ることができました。でここまでの軌跡をまとめたYouTube 動画が実は公開されています。それ見ると概要ねよくわかるので、ちょっとまずそちら皆さんにご覧いただこうかなと思います。
あーやばい、やっちまった。よっしゃー、やった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 ー。すごいよくやりましたね。全くその小石川学校にはそういったこうグループはもともとなかったんですってね。そうです、はい、一応ロケット班っていうのは一応今までなかったので、僕は入学して中学1年生の時に立ち上げたっていう感じになります。こうやって最初の初期の頃を見ると、まずまっすぐ上に上がるっていうこと自体が難しそうでしたし、ましてやそれを割らずにパラシュート開いて、元に戻ってくるっていう、これは大変な努力が必要だったんですよね。そうですね、ちゃんとロケットをまっすぐ打ち上げるってことも当然難しいですし、そこからそのちゃんとパラシュートをきれいに開いて安全にロケットを地面に持ってくるっていうのがかなり苦労したので、この時はちゃんと初めてパラシュートが開いた時でみんなめちゃくちゃ喜んでるんです。すごい伝わってきました、どんな気持ちでした？よっしゃーってみんな言ってましたけど。めちゃくちゃ嬉しかったですね。その前にめちゃくちゃちゃんとパラシュートが開かないで何機体も墜落してたので、ちゃんといろんな詰め方を改良したりだったりいろんなことをしてちゃんと開いたってのでめちゃくちゃ嬉しかったです。僕はもう一つ嬉しかったのは、今南相馬のね、大会の模様が、写真映像で出てましたけれども、実は8ビットニュースでは福島県の双葉町に、東京大学の皆さんと一緒にスタジオを作って、でつい先日もそこで福島の宇宙産業スタートアップを盛り上げようと取り組んでいらっしゃる方々をゲストにお招きして、地域の皆さんが、震災後いつもやっぱり下をケアしながら下を向いていたけれども、ロケットを打ち上げる時にはみんなで空を見上げられたんだっていう話をして、ものすごくこう胸を打たれたんですよね。どんな思いでやっぱりこのロケットやりたいっていうふうに龍之介さん思われてるんですか？もともと僕が結構小学生の時から宇宙好きで、その結果いろんなロケットの打ち上げを実際に種子島で見たりして、ロケットを実際に自分で作ってみたいなと思ったのがきっかけになりますね。今種子島っていう話があったんですけど、今日ちょっと大変貴重なものをお持ちいただきました。JAXA のエンブレムが刻印されたこちらの冊子なんですが、中を開くと、認定証とあります。これは衛星のツバメ、命名したのが愛称として選定されましたと書いてありますけど、龍之介さん、そうですね。これどういう経緯だったんですか？実際にJAXA が人工衛星の名前を募集していて、僕がツバメっていう名前で応募して、その応募した中の一人になることができて、実際に名付けられてっていうので名付け親のその証書をもらったっていう。すごいね、何人ぐらい応募があったんだろうね。どれぐらいなんですかね。いやー、どうしてそこまで宇宙に見せられるようになったんですか？宇宙に見せられるのはやっぱりそうですね、もともと小学生の時から自由研究でその気象衛星のことを調べたりだったりとかいろんなことに興味を持っていて、この衛星の名付け親になって実際に種子島に打ち上げを見に行ったっていうところが、僕にとってかなり宇宙への憧れだったり
宇宙に関わることをしたいっていうふうに思ったきっかけになります。ちょうどね、これがその時種子島で見た打ち上げの様子だったんですね。すごかったやっぱり。とてもすごかったですね。音圧がすごい3キロぐらい離れた場所から見るんですけど、発射のして、音で大体10秒ぐらい遅れて伝わってくるんですけど、その音の圧だったり、音の大きさであったりとか、あとそのすごい速度で宇宙へ向かってまっすぐ上がっていくのがとても見せられて、非常にそうですね、これが自分の宇宙への憧れを持った結構大きな転換点だったと思います。そしてその小石川ではなかったそのロケット班を立ち上げて、班長としてそうです。当時何人で立ち上げたんでした？はい、大体中学1年生の時で5名で立ち上げましたね。そうか、今日は、橋本さんにゆっくりお話を伺うんですが、その前にすごく大事なお知らせがあります。国内大会で勝ち上がりました。で、世界大会に出場権得ました。で、間もなく現場に行きます。しかしご案内の通り、このロケット非常にコストもかかるんですね。で、さらには今為替の問題等々もあり、移動するだけでも多くの費用がかかります。そうしたものを自分たちの力でしっかりと集めなきゃいけないということもあり、いろんな補助もあり、一方で自分たちで集めなきゃいけないというところもあり、クラウドファンディングを立ち上げています。こちらが産声というクラファンサイトで、これ新しいクラウドファンディングサイトですよね。モデルロケットの世界大会 IRC に高校生チームが出場、世界1位を目指しますという宣言とともに資金集めがスタートしています。まだ始まったばかりなんですけれども、短期間のクラファンで残り57日、現在53人の方が支援をしてくださっていますが、目標額500万円に対して約今 30%、ですからここから 70% そうです、集めなくてはなりません。これはどういう資金になるのかなとか、詳しいことを後ほどお話伺っていきます。で、このクラファンのリンクがですね、この YouTube の概要欄にも貼ってありますので、ぜひ皆さんお話聞きながら覗いてみてください。で、ぜひ力を貸してください。3000円のありがとうプランに始まり、ロゴがね、刻印されたりとか、いろんな形の企業向けのプランなども用意されております。皆さんのいろんな状況に応じてぜひ力を貸してもらえればと思います。さあ、そして龍之介さん、今日はこの番組出演にあたって事前に資料を作ってくださったんですよね。そのパワポを見ながらちょっとお話伺っていきましょうか。よろしくお願いします。私たちは都立小石川中等教育学校の物理研究会のロケット班といった形で、部活動で活動しています。そもそもモデルロケットとは何ぞやということで、モデルロケットとは火薬のエンジンで飛行するロケットなんですね。これが実際に右側の写真が私たちが作っているロケットなんですが、これを発射してだいたい時速180キロぐらいまで加速して上空250メートルぐらいまで飛行します。で、これを自分たちで作ってその大会に出てるっていう感じの活動をしています。さっきの映像を見てるだけでも、それでもすごい迫力っていうか、スパーンってすごい速度で上がっていって、煙もあれなんですよ、本格的に、これ火薬がここですごく燃やされてるわけですけど、この火薬一つ手に入れるのも結構大変なんですね。そうなんですね。その火薬のエンジンが日本では生産されてなくて、アメリカから買ってきて日本国内で使用するっていう感じなので、当然値段もかなりかかってしまいますし、あと日本はその火薬の申請で実際にその使用する場所でその県の県庁に申請だったり、実際に輸入するにもいろんな国の許可とかが必要なので、結構そうですね、そのいろんなハードルをたくさんの方がそのいろんな手続きをやっていただいたりして、今できてるっていう感じ。そうだよね。よくね、ロケットの話、中国ですね、インドですね、アメリカですねっていろんなプレイヤーが出てきて、日本も頑張ってきたけどもっと頑張れって言うけど、実を言うとそこを頑張るためには結構キャップがいろんなところにはめられていて、やっぱ規制であったりとか、いろんな状況がまだまだアップデートできるものがあるんだっていうのを、龍之介さんの話を聞いてみるところでもものすごく想像ができました。
そういう中でも制約がある中でもすごくこういいものを作るんだっていう、その努力を皆さんがされてるってことなんですよね。はい、そして次行きましょう。一応今回の目次です。はい、あ、目次、はい、優しいね、本当に見やすい、ありがとう。はい。で一応ロケット班の歩みとして、はい、2020年の2月に校長先生にプレゼンをして、ロケット班が発足しました。で5月に全国大会に初めて出場したんですけど、2月に立ち上げたばっかりで自分たちで機体を作るノウハウとかもなくて、コピー用紙を丸めただけの機体で大会出場して、ちゃんと最下位を取りまして、全然結果は出てなかったんですが、そこから実際にいろんな方のアドバイスだったり、あと打ち上げている場所にお邪魔していただいて、自分たちの機体がどういうところをもっと改良したらいいのかとかいろんなアドバイスをいただいて、今年の2020年の5月にロケット甲子園っていう中高生向けの大会で初出場で初優勝を飾ることができました。すごい。これ、文字で見て年表で見ると、あ、そうだなって思うけど、これまず数年間での出来事でしょ。で今までやったことがなかった子たちがみんな集まってやり始めてるんでしょ。でおそらく小石川だけじゃなくていろんな学校であったりとか、いろんな人たちがここに参加してくるわけでしょ。でその彼ら彼女たちは結構蓄積した何かがあったりとかもするんですよね。そうですね、やっぱりロケットはちゃんとパラシュートを開かせるにも結構ノウハウが重要で、どういったらそのパラシュートを開くのにちゃんと畳み方のコツとかもあって、そういったノウハウを全く知らなかったので、ゴミ袋をとりあえず切ってみてパラシュートにしてみたりとか、いろんな試行錯誤をしてたどり着いたっていう感じです。聞かせてほしい。でも、なぜそれこそロケットスタートじゃないですけど、そんな急激にみんなこう、そして龍之介さんはできたのかっていう、どんな試行錯誤、どんな工夫があってこの名誉ある優勝をつかんだのか。そのコピー用紙を最初作ってたんですけど、おそらくコピー用紙の丸め方だったりとかいろんな方法がちゃんとうまくできてなくて、そのコピー用紙からバルサ材って言われる世界一軽い木材にでボディチューブを作るってことに切り替えたんですね。そこから、さらに大会でより高く飛ぶためにこの機体なんですけど FRP って言われるガラス繊維強化プラスチックっていうプラスチックを自分たちで作る方法を、これも中学校のロケット部活をやってる方のこれお邪魔をして、そのアドバイスをいただいて、そのどうやって作ればいいのかとかをいろいろ教えていただいて、いろんな方のそういったアドバイスだったり、またこうした方がいいよっていういろんな試行錯誤、あと自分たちでどうすればいいのかとかもいろいろ考えて、今のところこれの機体にたどり着いたっていう感じ。このボディの部分が最初はこのコピー用紙で作ってたっていう、でそれコピー用紙コピー用紙って軽いんじゃないのって多分一般の人思うと思うんですけど、コピー用紙は重すぎたってことなんですか？コピー用紙はそうですね、重すぎたっていうところもあるのと、あと詰め方とかいろんな巻き方が良くなかったのか結構打ち上げで燃えちゃったりして、そのどういうふうに燃えないように機体を作るかだったりとか、あとどうやったら、ロケットは軽さが結構重要なのでどうしたらよりその強度を保ったまま軽くできるかとかいろんなところを工夫して、今にたどり着いたっていう。さあこの歩みの舞台裏、さらに伺っていきましょう。一応ロケットではモデルロケット全国大会とロケット甲子園っていう2つの部分がありまして、そのさっきの大きいロケットとは別の大会なんですけど、こちらの大会はいかにロケットを高く飛ばすかっていうことが重要なんですね。でこの機体は実際に大会用に作ってる機体なんですが、機体の重さが 3.5g で A4 のコピー用紙1枚よりも軽いんですね。ちょっと一回持っていいですか？ぜひどうぞ。失礼します。本当だなんかこう丁寧に持たないと壊れてしまいそうなぐらい華奢な、しかも薄いんですね。そう、ここにでこれが先ほどそのバルサ材？バルサ材はこの羽のところに使ってる木材のところに。よくこのようなものを、しかもすごい高い速い速度で打ち上げる、強度も必要なわけでしょ。難しいことをやりましたね。ありがとう。ありがとうございます。おっかない。25センチ、90メートル飛ぶ、極限まで軽量化、極限までの軽量化、舞台裏教えてください。さらに
例えば先端の部分は 3D プリンターを使って作ってまして、もともといろんな発泡スチロールを削り出したりとかしてたんですけど、3D プリンターを最初に印刷してからひたすらヤスリを4段階ぐらい分けてどんどん細かくしていって滑らかにしていくだったりとか、あと後ろに使ってる世界一軽い木材バルサ材をフィンに使ったりとか、いろんな部分でそれぞれのパーツごとに改良して機体を 3.5g まで軽くして90メートルぐらいまで飛ぶようになったっていう感じです。最初は何グラムぐらいだったんですか？最初はだいたい 20g ぐらいの機体で、高度も20メートルぐらいしか飛んでなかったんですけど、そこから 4g まで軽くして90メートルまで飛ぶようになりました。チームはその時にはみんなでいろんな知恵を出し合うんですか？それとも班長がもう分担して、もうあなたはこれをやってください、これをやってくださいっていうふうに仕分けたんですか？どんなふうにその初期メンバーでやってきたのかっていうのは。みんなそれぞれ役割があって、例えば先端のこの尖ってる部分を印刷してひたすらやする人だったりとか、それぞれの分野にそれぞれが特化することで、より自分の担当分野をエキスパートになっていくって感じでやってます。何人でやったんですか？これ1個作って。これは12名で今活動してて、それぞれ例えばピンをこのピンと呼ばれる羽の部分を作る人だったり、あと全体の設計をする人だったり、この先端を 3D プリンターのデータを作って印刷する人だったりとか、それぞれ役割があって分担してやってます。12名ちょっと名前呼んであげたい。そう教えて。12名ちょっと1人目。1人目は小松くん。小松くん。そして小松くんして柳くん。柳くん。で田中くん。田中くん。田中だけ急にごめん。田中くん。あと池田くん。吉野くん。斉藤くん。小原くん。淵上くん。あとちょっと待ってください。いっぱいいるからね。いっぱいいるからね。とうとうのメンバーでやってきました。次行きましょう。そしてこちらになります。次の資料いきましょうか。先ほどのが小型のロケットモデルロケット全国大会って言われる大会で、こちらが中高生向けのロケット甲子園って言われる大会になります。で右下ですかねの写真が実際にロケットを打ち上げてる写真で、全長がこっちはさっきの25センチぐらいのロケットに比べて全長が65センチぐらいあって、結構使ってる火薬の量も多くなってかなり推力が違うんですけど、こういったロケットを作って飛ばしてます。そうだよね。今はいわゆる中高一貫じゃなかったら高校2年生で、小石川の場合だといわゆる中学生の1、2、3年生のみんなも一緒にやってるってことなんですか？それぞれ一応私たちはその高校2年生は高校2年生でって感じでチームごとに分かれてて、自分たちでその機体を作ってる、それぞれのチームで作ってるって感じです。そうか。じゃあすごい年齢的にもなんか多様なチームがそこにいるっていうことなんですね。そうです。面白いな。でこの卵を割らないであの速度で空に打ち上げるってすごいことですね。最初どうだったんですか？最初はそうですね。卵まみれになったんじゃない？事前に打ち上げできる機会がやっぱり貴重なので、その卵を割れないように実際の学校の校舎から卵を実際に積んで緩衝材を周りにつけて落として割れないかを実験したりだったりとか、実際に打ち上げ以外でも事前にできることはちゃんとやって、その実際に本番の打ち上げでちゃんとデータが取れるようにっていう感じで頑張りました。どういう構造であればその卵が割れないで済むっていうことなんですか？私たちはその柔らかい、ウレタン素材を卵型にカットして、その中に卵を入れて全身で包み込むような形で卵を守ってます。クラファンのサイトにあった何かこう白いものを覆っていた写真がそれですか？写真が実際に使っている卵の緩衝材になります。これですね。そうこれパッと見てた時に何だろうって思ったんですけど、そうか、そういうものがこのロケットのボディの中にこう入っていてっていう。そうだよね。実際のロケット、衛星なりいろんな機器なりって超精密機器を空に打ち上げて、でそこから遠隔で
操作して超デリケートなもそうなのんです。だもんね。はい、どんな不具合もあってもいけないもので、そうなんだ。でもどうでした？それそんなに簡単な話じゃないでしょ？はい。卵の緩衝材も最初どういう風な素材を使っていいかとかもよく分かんなくて、とりあえずスポンジをいろいろ詰めて卵を守ったりだったりとか、いろんな素材を試して、今のところウレタンの素材に行き着いたっていう。へえ。で割れなかった時はどうでしたか？手応え。めちゃくちゃ嬉しかったですね。何個も卵を割りに割ってたどり着いたのが今の素材なので。そうか、で割れた卵はスタッフが美味しくいただきました、そして次行きましょう。はい、実際にこのロケット甲子園で今年の2月に福島県で行われて優勝できたので、モデルロケット国際大会に日本代表として出場させていただくことになりました。で、モデルロケット国際大会っていうのは、今年は6月にフランスのパリ航空ショーで開催されていて、アメリカ、イギリス、フランス、日本の4カ国のそれぞれの国内の予選を勝ち抜いた代表が出場しています。で、ルールは基本的にはロケット甲子園とほとんど同じっていう競技です。ああ、そうか。これじゃあ世界の子たちが集まってくる、年齢とかはどれぐらいの幅で皆さん参加されるんですか？基本的には各国の中高生のチームが出場されているので、おそらく中学生のチームも来るんですかね。まだ多分各国予選が日本が一番早いので。へえ、そうか。楽しみだね。そこでの交流がまた、同世代で挑戦している彼らの技術も気になるし、何をもってやってるのかもそういうの気になりますよね。はい、やっぱり日本以外でもちゃんとアメリカとかはもっと日本よりも打ち上げ回数も結構取れたりするんですけど、そういったどういうふうにロケットを改良しているだったりとか、どういうふうにロケットのなんでしょう、ちゃんとロケットを改良するためにどういうところを工夫してきたとか、普段どういうことをしてるのかとかいろいろ聞いてみたいです。何が一番そのコンペティター競争相手たちに自分たちの技術は勝るというふうに今思えてるのか、そこを目指しているのか、どの辺の技術を研ぎ澄ませようとしてるんですか？やっぱり日本では実際に火薬を使って打ち上げするっていうのがアメリカとかイギリスと比べて法律の規制もそうですし、あとお金も結構かかってしまうので、打ち上げ回数では勝負できないんですね。なのでそれ以外の部分で実際にパラシュートを学校の校舎から落として時間を取ることで、だいたい12メートルでこれぐらいなら233メートルだったらこれぐらいだろうみたいに割り出すことができるので、実際で打ち上げ以外の部分でちゃんとデータを取りつつ、あと実際に世界大会まで何回か打ち上げができるので、そこで事前に取ったデータを生かして実際の本番でより合わせていくっていう感じで頑張ろうと思ってます。そうか、よりじゃあその精緻にデータ収集と解析っていうことが、それがある意味こう強みになっているんじゃないかということなんですね。どんな風にして計測したりするんですか？はい、パラシュートは大会に向けて10種類ぐらい作ってて、それぞれのパラシュートを学校の校舎の4階ぐらいから落として、動画を撮影して、このパラシュートは何メートルで何秒ぐらいかけて降りてくるから、その速度が分かれば大体その実際の高さに合わせてどれぐらい何秒で降りてくるだろうっていうのが分かるので、それでそれぞれのパラシュートごとにデータを取って、本番これにしようっていう感じで決めてます。これが今実際のこのパラシュートが開いてる、これのすごいきれいな写真ですね、美しい写真ですね。このパラシュートの素材っていうのはどんなものだって言ってましたっけ？はい、一応ナイロン素材を使ってますね。形状とかそういうのもいろいろ工夫が必要なんですか？はい、形状と、そのパラシュートの面積で基本的にはその落下する時間が決まるのと、あとちゃんと穴を開けてパラシュートが回転してしまうとどっかに行っちゃったりするので、それを回転しないようにちゃんとまっすぐ落とすとか、いろんなパラシュートの形状とか、どういうふうに紐をつければいいとか日々研究して改良してます。そのね、何秒の世界じゃないです、何秒未満の世界なわけでしょ。ちょっとこういろんな形状が違えば大きくそのデータが変わってくるっていうような、なんか難しさを想像するんですけど、どうですか？実際にパラシュートの直径を僕たちは1センチ単位で変えて作ってるんですけど、その1センチぐらい
パラシュートを大きくすると実際に落ちてくる時間が1秒ぐらい変わったりするので、そういった小さいところのできるだけ誤差を減らしてちゃんと自分たちが設計した通りにパラシュートが落ちてくるように頑張ってます。ということはそれを測るためにも何回も何回も上と下行ったり来たりしながら、そうですねやるってことですね。はい、そうか。で今お話がありましたけど、火薬をやっぱりこう輸入してそこで使うって、それだけでもコストがどれぐらいかかるんでしたっけ？練習というか試射の段階で。試射の段階で、大体世界大会に向けて100万円程度いろんなロケットの機体の開発費やったりエンジン代とか含めてかかると見込んでいます。そんなにあれなんですよね。はい、だからそのある意味本当にこうスタートアップのみんなと同じようにこう限られた資金の中でどうするかっていうことをギリギリやって手に入れた技術。他の国々は先ほどね打ち上げに関しての規制だったりとか環境っていうのが優位性があるみたいなお話されてましたけれども、世界の状況っていうのは今どこが強いとか、このモデルロケットの分野ではここが実を言うと意外にこういう子たちがこんな新しいことやってるんですよねとか、その辺いかがですか？国際比較。やっぱりアメリカが強いですね。アメリカが強い。アメリカは当然その宇宙開発でも結構世界的にリードしていたり、あとその実際にエンジンの作ってるメーカーがアメリカにあって、あとアメリカ国内だとエンジンは比較的入手しやすいっていうところと、あとアメリカの学校は結構アメフトのグラウンドとかを持っていたりして、そこで実際に打ち上げができるので、学校で機体を作ってその場で打ち上げられるみたいな非常に理想的な環境が整っているので、そういった点ではアメリカがやっぱり有利なんではないかなとは思います。日本だと今ね先ほど大会で福島の南相馬って出てましたけども、日本ではそういうこの打ち上げ場、モデルロケットを自由に打ち上げられる環境っていうのはどういうところにあるんですか？基本的に私たちはその大学さんの日本大学さんに敷地を借りて打ち上げさせていただいているっていうのが現状ですね。でその各地にモデルロケットの団体とかがあって、それぞれがその広い場所の空き地を見つけて実際に許可を申請を県とかからもらって打ち上げてるっていうのが今の日本の現状です、ね。そうか。そこにまでわざわざね行かなきゃいけないしね。どのチームをまず倒したいとかってあるんですか？アメリカまずね強い、これはもうよくわかりました。イギリス、フランス、その他各国とかっていうのはなんかこう戦力分析みたいなのはすでに始まってたりとかするんですか？そうですね。日本の予選が一番早くて、まだ多分3カ国とも代表は決まってなくて今国内予選やってる段階なので、どのチームが来るか分かんないですけど、一応自分たちの記録をできるだけ上げて、他のチームが来るかどうなるか分かんないですけど、できるだけいい結果を残して頑張りたいとは思います。相手方があれですね、逆に言うと龍之介さんたちの戦力を一生懸命分析する、もう最初にね先行して出るんだな、彼らがっていうのが分かってるわけですもんね。今の意気込み聞かせてください。はい、アメリカはだいたい国内予選で1000チームぐらいが中高生で参加してて、各地で予選会があって、その上位30チームぐらいですかねがワシントンとかに集まってロケットの大会をやって、そこから優勝した1チームのみが世界大会に来れるって感じで、めちゃくちゃハードルが高いんですけど、そういった学校にも勝てるように頑張って、その打ち上げ回数だけでは当然無理なので、それ以外の分野でその実際にパラシュートとして実験だったりシミュレーションとかをいろいろ使える分を使って、そのアメリカとなど他の各国のチームに勝てて世界一になれるように頑張りたいです。資料はまだありますか？資料はそうですね、一応あと2枚、ね、あと2枚いきましょう。はい、一応想定される費用、これ大事な話でした、ここから皆さん出番ですよ、皆さんだいたいパリの渡航費でだいたい1000万円程度かかる見込みになります。かかるね。そうだよ。何人で行くんでしたっけ？生徒が12名と引率で先生が2名行くっていう予定ですね。でも1人当たりだいたい80万円程度かかってしまうのではないかと。これはもう別にその贅沢しようと思っていくような額じゃないんですよ、皆さん。切り詰めていって、もう今ね為替も日本の円が随分安いですし、物価も高いですし、燃料費もかさみますし、そういう中で1人当たりこの額が必要だということですね。そしてロケット製作費、エンジン代っていうのが
だいたい合計で100万円程度かかる見込みですし、その機体に使ってるそれの 3D プリンターの値段であったりとか、あと木材を加工して機体の羽とかを作ってるんですけど、こういった機体のそれぞれの部分にそれぞれ東急ハンズとかいろんな場所で材料を買ってきてるんですけど、あ、そうなんだね。その機体のそもそもにかかる費用であったりとか、あとやっぱり実際エンジン代がかなりかかってしまいますね。ここにはい、エンジンがある。そうです。入ってる。ここに実際エンジンが入っていて、ここからロケットの噴射して飛んでいくっていう形になります。エンジンってあんまり想像がつかないんですけど、モデルロケットのエンジンってどういう形状でどういうものになってるんですか？大体何が分かり、ホワイトボードのマーカーぐらいの大きさになります。それぐらいでそのロケットをかなり加速させて、上空250メートルぐらいまで持っていくパワーがあります。あ、そうなんだ。でそれが製造しているのがアメリカ。アメリカですね。日本国産ではないんですか？国産でも今やろうとしてる企業はあるみたいで、まだ確かに開発段階だと思うんですけど、そうなんだ。国産エンジンができると、おそらくその値段は分かんないですけど、もっと日本でモデルロケットは普及していくと思うので、めちゃくちゃ期待してます。それは大手がやってるんですか？ベンチャーがやってるんですか？それはベンチャーだったと思います。ちょっとそこビジネスチャンスありかもしれないですね。そうか。だからこれ一回飛ばすとそのエンジンもろとも終わりってことなんですもんね。基本的には使い捨てになるっていうことなんだもんね。燃えたら同じって終わりって感じです。国際大会に出場するまでに何回練習ができるのか。世界大会前にだいたい10回ぐらい打ち上げのそのエンジンを10本ぐらい変える予定なので、10回程度打ち上げができる見込みですね。その10回の中でさらに性能がアップしていくことを目指すというか。そうです。10回の中でちゃんと高度とまた落ちてくるまでの時間を大会の規定に合わせるっていう作業をしていくので、その10回の中でできるだけ世界大会までにちゃんと時間と高度を合わせたいと思ってます。今乗り越えなきゃいけないそのさらなる躍進に向けたハードル課題ってどういうポイントがあるんですか？やっぱりその日本と違ってパリはいろんな風であったりとか気温とかも結構ロケットは気象条件に左右されるので、確かに、その上昇気流とかが起きちゃうこともあるので、そういったことも想定してどういった環境であろうとちゃんとパラシュートが開いて地面に目標の時間まで落ちてくるっていうことを頑張っています。そうか。今までフランス行ったことはないです。初めて。メンバーのみんなも。メンバーは1人だけ行ったことはある人いますけど、他11名は初めてだと思います。その1人だけ行った子もロケットのために行ったことがあるわけじゃないので、そうです。じゃあその未知なるその環境、自然環境に挑むっていうことも大きなテーマだということですよね。そうだよね。だってロケットを打ち上げるための環境整備って日本国内でも本当いろんな苦労しながら、だから種子島とかなんだもんね。そうです。へえ。そうか。上昇気流が違うっていうのはどういうことなんですか？開催される場所が一応そのパリ航空ショーの中で開催されていて、滑走路で打ち上げを行うんですけど、滑走路ってアスファルトなんでやっぱ温められやすいんですね。なるほど。で温められやすいとやっぱ上昇気流が起こっちゃうみたいなので、その上昇気流が起きてる場所と芝生の滑走路じゃない場所のそのパラシュートの落下時間が結構違うと予想されるので、そういった環境でもちゃんと時間を残せるように頑張ってます。気候変動とかそういうのも感じたりとかします？このロケットの開発をするときにテーマとして。それはあんまり感じたことないですね。ただやっぱりロケット温度か湿度とか、あと風速がめちゃくちゃ重要で、やっぱ風だとロケットが斜めに飛んでいっちゃいますし、パラシュートも開いても結構風に煽られて横に流されてしまったりもするので、風とかいろんな気象条件もロケットの打ち上げの大会の中の一つの要素なので、そういったところをもっと勉強したいと思ってます。いや今ふとね、その先ほどアスファルトが温められてっていう話ありましたけど、日本も取り巻く海の温度がどん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 上がっていくから、だから予期せぬ形での急激な気象の変化に悩んでいたりとかするじゃないですか。ひょっとしたらこうロケットのエンジニアたちも今まで蓄積した技術をさらに変えていかないとうまく上がらないようないろんな揺らぎみたいなのと
ひょっとしたら向き合ってるんじゃないかなっていうことそうかもしをれないです今なんかお話ししてて僕は得ましたよ。おそらくそんな50年前にこうだなと思ってた計算は今成り立たないんじゃないかなっていうぐらい急激な変化が起きてるかなとか、そうです。そういうのも聞いてみたいと思った。はい、そしてもう一枚、はい、一応最後クラウドファンディングのご紹介で、はい、一応ブゴエっていうサイトで私たちはその大会の渡航費とロケットの開発費を募集しているので、もしこの話を聞いて寄付していただけるという方がいたらぜひよろしくお願いします。やったー。皆さんぜひこの QR コードにかざしていただくと、はい、クラファンのサイトにも飛んでいきます。はい、はい、今の最新の情勢見ていきましょうか。はい、クラファンの今のサイト出してもらいましょう。はい、じゃん。145万4100円です。はい、24時間以内に6人のパートナーが加わりました。はい、で下の方に見ていくと、3000円の感謝、はい、ありがとうプラン、はい、こちら無制限です。はい、お礼動画とメッセージカードが届きます。そして次5000円だとオリジナルボールペン、はい、さらにどんなことを皆さんが試行錯誤しているのかな、はい、デイリーレポート、届きます。さらにホームページに掲載、これはお名前とかが、そうです。そうか、ここねぜひ名前を刻んでください。そして超感謝ありがとうプラン、はい、ネックストラップ、そうです。これはネックストラップで一応小石川のロゴが入ったネックストラップがもらえます。いいね、はい、これ今のうちに手に入れといた方がいいですよ、皆さん。もう将来の価値すごいことになると思いますよ。そして超感謝ありがとうプランは3万円、記念冊子への名前入れっていう、はい、記念冊子って何ですか？そうです。ロケット班のパリの大会に向けて、どういったことをしたりだったりとかいろんなことをまとめた冊子を作る予定で、そこに名前を入れる権利です。いいですね。はい、そして5万円がアイアンプラン。はい、アイアン急に強くなりましたね。はい。アイアンプラン何ですか？ユニフォームへのロゴ掲載 S サイズ。はい。一応大会の時に実際に企業さんの名前だったりとか載せたスポンサーの入ったユニフォームを着て大会出場する予定なので、そこへロゴを掲載させていただけます。そしてね、記念冊子とかメッセージデイリーレポートとかもあります。はい、さらにブロンズプランになって、ロゴのサイズが大きくなるパターンですね。はい、10万円です。そしてもう結構パートナー3人入ってますからね。シルバープランは50万円、はい、L サイズのロゴ、はい、そして最大ゴールドプラン100万円、はい、ゴールドプラン最大じゃなかった、確か。いや、もう一個ありましたよね。LL サイズのロゴ、そして一番はこのダイヤプランですね。200万円。これはまた先ほどのゴールドプランとはちょっと違う。基本的にはほとんど同じなんですが、もうここからはもうね、はい、応援の気持ちです。そうです。ぜひ、法人の皆さんとかもぜひね、力を貸していただきたいなと思います。資金の使い方はパリ渡航のため950万円程度、ロケット製作費及びエンジン代100万円程度ということを目指して皆さん資金獲得が始まっていますので、はい、ぜひ。龍太郎さんはやっぱり将来宇宙関連の世界に引き続き飛び込んでいきたい。はい、将来宇宙開発に関わる仕事に就ければいいなとは今思ってる段階なんですけど、具体的に例えば僕が着てる、スペース X の T シャツを着てるんですけど、スペース X であったり、あと日本だと三菱重工さんだったり、IHI さんだったり、いろんな宇宙開発に関われる企業があるので、そうです、自分の宇宙開発に近づけるようなお仕事に就けたいなとは今考えています。3カメを叩いてもらえると、ちょうどロゴがね、そうか、スペース X ね。スペース X もいいけど、なんとなくね、ここ日本の技術者にもいや、どこに行ってもね、それはそうなんですけど、やはり僕もこの間番組でね、8ビットニュース見てくれてる人は知ってるかもしれないですけど、JAXA の皆さんと一緒に H3 ロケットの
第2回目の打ち上げの時の試作機の 2回目の打ち上げの時のリポートさせてもらったんですけれども、そうか、日本でロケット技術があることの意義っていうのはものすごい国際貢献に近づくんだっていうことが、現場の皆さんの思いから分かったんですよね。スペース X ももう何回も何回も行って韓国のね衛星とかも打ち上げたりとかしてますけども、実を言うとそのお金が限られてるとか環境限られているっていう国々が日本にお願いしたいって、じゃあ一緒にやりましょう、一緒に宇宙を切り開いていきましょうっていう、そういう新たな日本の技術支援が世界の平和と安定と、ね、そして分断を手当てしていく、そういう術になるのかなと。だからその現場の技術者さんたちは、だから日本の日の丸のロケットを打ち上げるっていうことに僕らは力を入れてるんですよっていう、なんかそんな話をされてました。改めてそういう思いもおありなのかな、どうですか？やっぱりそのロケット開発とか宇宙開発は非常に政治の分野とも結びついていて、その今スペース X が結構台頭してますけど、そのイーロン・マスクが CEO でいろんな今ごたごたに巻き込まれていたりとか、いろんな企業や国がロケットを打ち上げて、いろんな選択肢がある世界が結構いいと思ってるので、そういったいろんな選択肢を提供できる一人になれればいいなとは思ってます。そうですね、ぜひ皆さん、アクセスをしてみてください。今日はですね緊急配信でした、橋本龍之介さん、来てもらいました。なんか胸がいっぱいになりました。そしてチームのみんなもね、応援してます。本当に皆さんの努力によってここまでね、僕らにもいい夢を見せてもらってるなという感じがあるので、応援しきりたいなと思いますし、見てくださってる方はぜひ、みんないるじゃん、みんな、さっきの田中もいるのかな、そうだよね、いわゆる中高生たちなんだよね。だから下は何歳っていうことになるんですか？高校2年生で一応活動してて、全員同い年になります。全員同い年なのか、そうか、応援してます。ではではということで、今夜は、龍之介さんお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いってらっしゃい。